バルダン優勢です。2024年10月21日世界周遊262日目です。ということで今どこにいるかというと、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボに来ているよ。ということで今回は第一次世界大戦の発端となった街、そして今もなおボスニア紛争の爪痕が残るボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボ編。レッツゴー。ということで世界周遊第31カ国目ボスニア・ヘルツェゴビナに入国しました。ボスニア・ヘルツェゴビナの通貨はダカンマルク。1ダカンマルクは 83.15 円です。ここはバシュチャルシャ地区と呼ばれていてサラエボのシンボルです。バシュチャルシャ地区にあるこの不思議な建物はセビリ、オスマン帝国時代から流れる水飲み場です。現在もこのように水が出ていて実際に飲むことができます。せっかくなので飲んでみたいと思います。結構冷たくて美味しいです。ボスニア・ヘルツェゴビナは民族、宗教、言語ともに多様性に富んでいます。イスラム教徒のボスニア系、セルビア正教のセルビア系、そしてカトリックのクロアチア系です。言語もそれぞれボスニア語、セルビア語、クロアチア語が話されています。このバシュチャルシャ地区は後でゆっくり散策したいと思います。サラエボの歴史を語る上でとても重要な場所にやってきました。私の後ろに見えているこの橋は第一次世界大戦の発端になったラテン橋です。1914年に発生したサラエボ事件を知らない人はいないのではないでしょうか。サラエボ事件ではオーストリア・ハンガリー帝国の皇太子フランツ・フェルディナント夫妻が暗殺されました。皇太子夫妻はこの先にある市庁舎での演説をするためにこの道を車で移動していました。このラテン橋の目の前の道の向こうで一度爆弾を投げ込まれます。しかしその時は未遂に終わってこの道を通ってこの先にある市庁舎での演説を行いました。市庁舎で演説をした皇太子夫妻は再びこの道を通って病院に向かっていました。しかしラテン橋の目の前にあるこの細い道、間違えて右に曲がってしまったそうです。道を間違えて曲がってしまったまさにこの場所で皇太子夫妻は銃撃暗殺されてしまいます。この場所がまさに暗殺者であるボスニア系セルビア人プリンツィプが立っていた場所です。そしてその目の前にあるのが皇太子夫婦が乗っていた車のタイヤの位置です。ここにはちゃんと1914年って書いてありますね。それではこれから市庁舎へ行きたいと思います。はい、ということで私の後ろに見えているこのカラフルな建物が皇太子夫妻が演説を行った市庁舎です。現在の市庁舎の建物は再建された建物だそうですが、当時の写真を見ると分かる通りそんなに大きな違いはないですね。ボスニア・ヘルツェゴビナの歴史は戦争の歴史と言っても過言ではないくらいたくさんの戦争を経験しました。その中でも特に有名なのが1992年から95年にかけて発生したボスニア紛争ではないでしょうか。ここサラエボは盆地になっていて、ボスニア紛争時セルビア人民軍によって4年間包囲されていました。最終的にそのサラエボ包囲によって約1万4000人の方がこの地で亡くなりました。ここは墓地なんだけどボスニア紛争で犠牲になった方々が埋葬されています。30年前の戦争なので墓石がとても新しいです。ここはマルカレ市場です。1994年2月5日、非戦闘地区だったマルカレ市場にもセルビア人民軍がミサイルを攻撃し68人が死亡、
200人以上が負傷しました。これは実際に市場に撃ち込まれたミサイルの一部です。ミサイルの周りは赤い樹脂で塗り固められていて、サラエボローズと呼ばれています。このサラエボローズはサラエボ市内いろいろな場所で見ることができます。これを見てわかる通り、この建物の壁にはボスニア紛争で撃ち込まれた銃弾の弾痕がたくさん残っています。この辺りの建物の穴ぼこもすべて弾痕です。この辺りは新市街なんだけど、こっちの方が銃撃戦はひどかったみたいです。この建物なんかも弾痕がすごいですね。ちなみにこの辺りは一般住宅なんですね。今でも明かりがついてて住んでる人がいます。こっちの建物も弾痕があります。こんな感じで街中の建物にボスニア紛争の爪痕が今でも残っています。この公園はベリキパーク、地元民が集う緑豊かな公園です。この公園でも人が亡くなったんですね。サラエボローズがこのようにあります。午後6時を過ぎたので、そろそろディナーを取りに行きたいと思います。今ではこんな感じでトラムも走っていて、とっても平和な様子がうかがえます。ということで今回はここサチュというレストランでディナーにしたいと思います。人気店ですね。座れるかな。あまりにも外が混んでいたので店内の席に座りました。このレストランはブレク専門店です。ブレクというのはロール状に巻いて焼いたボスニアのパイです。それではいただきます。熱々出来たてでとても美味しいです。中の牛ひき肉がとてもいい味です。はい、ということで1つ5マルク、日本円で415円でした。めちゃくちゃ美味しかったです。それではまた明日仕事の後サラエボを散策したいと思います。おやすみなさい。2024年10月22日世界周遊263日目です。ということで仕事が終わったので今日もサラエボの街を散策したいと思います。ということで今日もバシチャルシャ地区にやってきました。バシチャルシャ地区のこの歩行者天国の通りはサラチ通りと呼ばれています。オスマン帝国の影響を強く受けた建物がたくさん残ってるんだけど、よく見ると日本の建物みたいですね。白壁に瓦屋根、木でできた雨戸、本当に小京都みたいです。観光客向けのお土産屋さん以外にもこんな感じで銀を使ったジュエリーのお店がたくさんあります。サラチ通りに面したこのモスクはガジ・スフレブベグモスクです。ボスニア・ヘリツェゴビナ最大のモスクで1532年に建設されました。建物はボスニア紛争の被害を結構受けましたが、それでもほとんど建設当時の状態で保存されています。それではこのおしゃれなカフェで一旦休憩したいと思います。カフェ店内はこのようにとってもおしゃれです。
靴をモチーフにしたカフェなんですね。メニューも靴の形をしています。あまり早くはないですが、一応フリー Wi-Fi もありました。今回はボスニアン・リベックという伝統的なコーヒーを注文しました。5マルクなので日本円で415円です。この器はトルココーヒーで使っているものによく似ていますね。ひいたコーヒー豆が直接入っているので、沈殿するのを少し待ってから注ぎます。この中に入っているのは角砂糖、そしてこちらはラハトロクムというスイーツです。コーヒーに角砂糖を入れるときは指でつまんで、このようにクッキーを浸すような感じで入れるそうです。そして角砂糖に浸ったコーヒーを少しかじるそうです。その後コーヒーを飲みます。砂糖で甘くなった口の中にほろ苦いコーヒーが広がるので、とっても美味しいです。それではこのラハトロクムというスイーツもいただきたいと思います。日本にもある寒天みたいなスイーツですね。甘くて美味しいです。ちなみに角砂糖なしでコーヒーだけ飲むと直接煮出しているから結構濃いですね。お支払いはユーロとカードが使えずマルクだけです。ボスニアコーヒー、とても貴重な体験でした。こういう細い道もとっても素敵ですね。私の大好きな古銭屋さんがありました。ユーゴスラビアの古い紙幣を見せてもらってます。一つ4マルクなので330円ぐらいですね。結構安いです。さっきまで歩いていたサラチ通りとつながっているこっちの道はフェルハディア通りです。この道も歩行者天国なんだけど、さっきとは雰囲気が全然違います。これらの建物はオーストリア・ハンガリー帝国時代の建物です。この通りカラフルでとても可愛らしい街並みですね。冒頭でも説明した通り、ボスニア・ヘルツェゴビナでは3つの宗教が信仰されています。1つはイスラム教、さっきのようにモスクがたくさんあります。2つ目がクロアチア系のカトリック、そして3つ目がセルビア系のセルビア正教会です。なのでカトリック教会とセルビア正教会もあるので、これから行ってみたいと思います。ということで、まずここはサラエボ大聖堂、カトリック系の教会です。1874年に建設されました。大聖堂の目の前にもサラエボローズがあります。つまりここでも人が亡くなったということですね。確かによく見てみると、大聖堂の壁にもたくさんの弾痕が残っています。大聖堂の脇にもサラエボローズがありました。それじゃあこの近くにあるセルビア正教会にも行きたいと思います。現在修復途中ですが、ここがセルビア正教会の小神女誕生大聖堂です。比較的新しそうな大聖堂ですが、十字架が曲がってますね。フェルハディア通りのど真ん中にもサラエボローズがありました。フェルハディア通りの入り口、これは永遠の炎です。
第二次世界大戦の犠牲者への追悼を表しています。この炎はサラエボオリンピックの聖火で灯されました。永遠に消えることのない炎ですが、ボスニア紛争時は石油が足りなかったため消されていたそうです。ここがサラエボのメインストリートです。こうやって見るとサラエボかなり栄えてますね。ちなみにサラエボ中心地に来ると速さは遅いですがフリー Wi-Fi がつながります。それではまた暗くなってから散策したいと思います。暗くなったフェルハディア通りにやってきました。相変わらずとてもおしゃれな通りですね。サラエボ大聖堂がとても綺麗にライトアップされています。今の気温は13度。10月中旬のサラエボは結構寒いです。夜中になると気温が5度とか4度とかまで下がります。日が沈んで空の色がとても綺麗です。ここは夜のサラチ通りです。相変わらず美しいですね。ライトアップされた旧市街地とモスクの雰囲気がとてもいいですね。観光地だけどそんなに騒がしくないのがいいですね。とっても落ち着いています。水飲み場セビリもこんな感じでライトアップされています。ということで今回の動画では今なお紛争の爪痕が残るボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボの様子をお伝えしました。悲しい歴史がたくさんある一方で平和に暮らす人々、そして街の様子を見ることができました。では今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。